ハンドメイドきよちゃんです。今回は珍しくこちらの棒針を使った作品を編んでいこうと思います。こちらを地糸にして編み込み模様を久しぶりに編んでみたいと思っています。こちらもダイソーさんのネップラメという糸で、こちらは棒針だと13号とかを使わなきゃならないモヘアのラメが入った糸になって、節がある糸なんですけど、ちょっと6号針のこの棒針で編んでいっちゃおうかなと思っています。あと黄色のこれちょっと夏糸なんですけど、これはセリアさんのトロピカルコットンの13番の黄色の糸になる、綿 100% の糸ですけど、いろんな糸使っちゃって編んでいこうと思います。あと茶色は、これはセリアさんの、これ羊ちゃんナチュラルの中細糸の焦げ茶の糸を使って編んでいきます。あと足りなくなったらこちらの糸が足りなかったらこちらの糸で代用しようかと思っています。うちに余っている糸で、この薄茶色と焦げ茶と、あと、黄色と、あとホワイトがあると、編み込みができると思いますので、編んでみてください。糸の詳細は概要欄に載せます。では編んでいきます。はい、2目ゴム編みを118目編んできました。こちらの2目ゴム編みの編み方は以前ご紹介していますので、こちらの動画を参考に編んでみてください。棒針6号を使うようにということだったので、6号針を使用しました。そしたら、ここから編み込みに入っていきます。中から糸を出して編んでいきます。もう1段目から編み込みに入っていきます。で、身ごろの部分は120目、編んでいくので1目増やします。最初の目は編んで、次の目、ここの、ゴム編み編んだとこのこの渡ってる目をこのように拾ってペケをね作る感じで針に、この輪に針を入れて、で表目編みをします。このようにペケになるように、増し目をこのように作ります。3、4、5、6、7、はい、8目編んだら、次は、薄茶色の糸、こっちをちょっと使ってみたいと思います。中から糸出して、モヘアの糸です。どうなるか面白そうですけど、これで普通に後ろから、表編みを20目編みます。3、4、5、6、7、8、9、
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい。そしたら、次は、また、黄色を使うんですけど、この、糸で編んだ玉ではなく、また新たに、別の玉を使って編みます。こう絡まないように気をつけてください。1段目はもうそのまま、糸端を持って編みます。6目、3、4、5、6目を持って編みをして、あとはここから、この1段目初めて、この黒い糸で編むので、ここ一回切っちゃいます。ちょっとここ、糸端の始末分だけ残して糸カットします。でここから、最後のねところで増し目をしますけど、先ほど増し目をしたようにここの、渡ってる糸から一目拾って、残りは黒で表目編みで編んでいきます。ここ増し目するの忘れずに編んでください。はい、1段編んできました。ここで、最後から2番目のところでこの渡っている糸を拾って、増し目をしました。これで全部で120目編んできました。3段は同じ編み方で編んでいくので、今度は裏を見て裏編みで編んでいきます。で、裏編みを編むと表から見ると表目編みになるので、このように、ずっとここの、編み込みのところまで編んでいきます。はい、ここまで、黒の糸で編み戻ってきました。そしたら今度はこの黄色の糸で編むので、この黒の糸と黄色の糸を交差させてから黄色の糸で、裏編みを編んでいきます。はい、こうすることで、この境目に穴が開かないように、編むことになります。で、ここを6目編むので、6目編んだら2、4、5、6目編んだら、今度は、このモヘアの糸で編むので、このモヘアの糸と黄色の糸を交差させて、このようにしてから、この次の配色の糸で編んでいきます。ここが20目でしたっけ。2、4、6、7、8、9、10、11、はい。20目編みました。そしたら、また、ここの境目のところ、
この配色で編んだ糸と、次の黄色の糸と交差させて、で、編んでいきます。1、2、はい。これで編み込みの2段目が終わります。3段同じ編み方でいくので、また黄色の糸で編んでいきます。はい、8目編んできたら、今度はこちらの、モヘアの糸に変えますので、こちらをまた交差させてから、ちょっと絡まないように気をつけないと大変なことになってしまいますけど、このように一度交差させてから配色を変えます。今度はこちらのモヘアの糸で表編みを編んでいきます。はい、20目編んだら、今度はこちらの黄色の糸で、配色を変えます。一回このように交差させて、でこの黄色の糸で編んでいきます。こういう感じで編み込みを編んでいくと綺麗に編めると思います。はい、6目編んだら、今度はこの黒の休めてあった糸で、交差させてから、はい、これで最後まで黒で編んでいきます。そしたら、4段目の、戻りで、こちらとこちらと同じ配色なんですけど、また糸を変えてというか、一玉、ここの時に一玉二玉使って編むように、1段目で言ったんですけど、ここも、玉を変えて編んでいきたいので、この一玉の一番外側、最初は中の方から糸を取って、この4段目のこの6目のところは、この外側から糸を拾って編んでいこうと思います。最初の目なので、そのままじーっと後ろにこっちにやって、そのまま糸端を持って6目編みます。
はい。そしたら、また糸を交差させて、はい。今度は黄色で編むので、交差させてから、今度は黄色で編んでいきます。4段目は黄色が目が増えますので、こちらは同じところから出発しますけど、ちょっと黄色が増えます。編み進めていきます。2、4、6、8目編んだら、今度はこっちで休めている糸端と交差させて、こちら側の休めていた糸端で編んでいきます。こういう感じで編んでいきます。はい、こんな感じで編み込み部分が編み終えました。ぶっつけ本番で編みましたが、イメージ通りだいたい出来上がりました。目の白い部分はチェーンステッチで刺繍しました。あと、角の部分、黒い糸で編んだんですけど、ちょっと、地糸と境目があんまりわかんない感じになってしまったので、こちらもラメの糸で、チェーンステッチで上から刺繍して、このように、ちょっと目立つように、それでもまだあんまり遠くから見たら分かりにくいのかもしれないんですけど、このように、ラメの糸で、ステッチをして少し、修正しました。ここのところが間違えて、本当はここ、3段黒で2目編む予定だったんですけど、ちょっと間違えて編んでしまったんですけど、だいたいイメージ通り編み込めたと思います。で、ちょっとやばかったのが、表は良かったんですが、裏がこんな感じで、渡りが横に、出ないように縦に、渡るように編んだんですけど、模様一つ一つに対して糸端がこのようにできてしまったので、今からこれを、糸始末するのにこの編み地に縫い付けるんですけど、これがちょっとやばいなと思っているところです。これを一本一本縫い付けて、今から糸始末していきます。はい、では糸始末していきたいと思います。このようにちょっと穴が開いてるなって思うようなところは
この隣の目に針をこのように渡してから、はい。で、表を見て、穴が塞がってるのを確認しながら、このように渡ってるところの目とかにちょっとこう縫うような感じで、こうやって渡らせて始末していきます。この部分ですね。はい。そしたらカットしてカットします。はい。こういう感じで、一本一本地道に糸始末していきます。はい、このように、糸始末をしました。これが糸端になります。全部で90字角、糸端がありました。糸端の始末だけで2時間ぐらいかかりました。まあこれで綺麗に裏側も始末できたので、ちょっとねこう、横に糸を渡している部分もあったりするんですけど、基本的には縦で糸を渡した編み込み模様になります。こちら側が表になります。はい、こんな感じで、このダイソーの糸がなかなか味があって、このね節がモヘアの節が結構気に入っています。そしたら、ここの肩のところを編んでいきます。ここ、襟ぐりのところの部分、目を少し減らすので、そこの編み方を紹介していきます。はい、肩の部分が48目あります。身ごろを132段編んできたので、今度133段目になります。これが、左肩になりますので、最初の1段で、1目減らします。こちらからここの最後の、目を減らす3目手前まで編んでいきます。133段目なので、本当だったらこっちに糸端があるはずなんですけど、どっかで間違えたのか、一番こちら側の方に、糸端が残っているので、ちょっと間違えてしまったのかなと思います。まあ気にせず、ここを133段目として糸を新しく、つけて編んでいきます。このように表目編みで、端の方まで編み進めます。はい、2目残して、こちら側から、2目手前まで編んできました。そしたらここが襟の中心部分で、
ここを減らすので、この2目、一番端の目と目にこの針を入れて、2目一緒に、表目をこのように編みます。これで1目減ったことになります。そしたら、次は、2段ごと2目を1回、減らすので、2目の減目になります。裏目を2目編んだら、この最初に編んだ目をこの次の目にかぶせて、これで1目減ります。で、今度裏山また1目編んでかぶせて、これで2目減ったことになります。そしたら、裏目で、端まで編み進めます。そしたら3段目は、何も編まずにそのまま端まで表目編みで編んでいきます。はい、3段目を45目そのまま減目なく編んできました。そしたら、4段目は2段ごと1目3回なので、6段で3目減らします。1回、目を入れ直して、2目目から目を一緒に針に入れて、このように2目一度で裏目を編みます。そしたらそのまま次から減目なく裏目編みで編んでいきます。4段目の編み方を4段目と5段目ですね。今が4段目が終わって、5段目はそのまま、減目なく、端まで編んでいきます。で、4段目と5段目の編み方を、繰り返しあと2回編んでください。はい、減目の9段目が終わりました。これで、全部で6目減ったので42目になりました。そしたらあと9段はそのまま、42目で往復で編んでいきます。9段そのまままっすぐ編んできました。これで全部でこの肩の部分減目6目減目、をしてまっすぐ9段編んだので、全部で18段編んできました。そしたらこの肩の部分は目を休ませておきます。こちら側から目を拾って
休ませます。こういう安全ピンの大きいのみたいなのがない方は、とじ針で、毛糸、いらない毛糸でこのように目のところに針を通して、糸で休ませておいてくださればいいと思います。はい。後ろ身ごろをもう編んじゃってあるんですけど、糸端がこのように取っといてあるので、3倍ここをね閉じるのに3倍ないか、3倍ないか、一応3倍分はないんですけど、糸端を残してカットしてあるので、表、前の方の前身ごろの方は、糸始末分だけ残してカットします。はい。そしたら、反対側も同じように、今度はこちら側から弦目をしていきます。はい。右肩の減らし目を編んでいきます。糸を足して編んでいきます。最初から、もう減らし目に、なります。1目減らします。そのまま編まずに糸を、針に目を、右側の針に移して1目、表編みを編んだら、この隅の目をかぶせます。これで1目減った形になります。そしたらそのまま、あとは弦目なく表目編みを編んでいきます。はい、弦目1段編み終わりました。そしたら、2段目はそのまま、減らさずに、こちらの端まで裏目で編んでいきます。はい、こちらから最後まで弦目なく編んできました。そしたら弦目の3段目は、2目減らします。こちらの左側の時は2段目で減らしたんですけど、こっちの右肩は3段目で表を見て減らします。2回目の減らし目になるので、そのまま滑って表目編みを編んでからかぶせればいいです。
ちょっとこっちどうやってやってたか忘れちゃったんですけど、もし、編んでから減らしていたら良くないので、こちらが正しいです。2目減らすので、もう一回、編んでからまたかぶせて、これで2目減ったことになります。そしたら、そのまま編み進めていきます。はい、このように編んできました。これで弦目の3段目が終わります。そしたら4段目からは2段ごとに1目を3回減らしていくので、そのまま2目手前まで裏目で編み進めていきます。ちょっと隅がだらんと長くならないように目を引っ張りながら、隅の目は編むようにしてください。はい、弦目の4段目の最後に来ました。2目残っている形で編みます。そのまま、左側の目をこのように、針を通して裏目を編みます。はい、こうすると、編み地をひっくり返すと左側の目が上に来る形で弦目になります。これで4段目が編み終えました。2段ごとなので5段目はそのまま表を見て編んでいきます。そしたら、また6段目で裏を見て1目減らして、7段目はそのまま8段目をまた裏を見て減らして9段目はそのままという形であと2回、繰り返して弦目をしてください。はい、弦目の9段目が編み終わりました。9段目はそのまま減らし目なく編んできました。そしたらあと9段減らし目なくそのまままっすぐ編み進めていきます。はい、9段編んできました。ここからここまでは18段編んできました。そしたら後ろ身ごろの方に糸端が残ってるのであまり残さずにここをカットします。そしたら一旦目を休めます。このままこのように取っていきます。はい、そしたら肩がこのように両方できました。そしたら真ん中のこの休めておいた目を、伏せたいと思います。はい、このように、針に目を移したらまた表を見て、伏せていきたいと思います。糸端はあまり残さずに編んでいきます。2目表目編みを編んだら最初に編んだ目をこのように上から
かぶせて、これで1目伏せました。2目、3目、このように伏せていきます。はい、このように伏せてきました。そしたら最後、この目の糸を引き出して、そのまま糸をカットします。はい。ちょっときつくなっちゃったかな。あまりきつくならないように、ちょっと緩めで編んだ方がいいと思います。はい。そしたら、とりあえず前身ごろが完成しました。結構時間かかりました。はい。後ろ身ごろはちょっと言葉で説明するだけになるんですけど、まず、裾の部分、2目ゴム編みを、作り目を118目、作って10段2目ゴム編みを編んでいきます。そしたら、ここの身ごろの部分、2目隅の方から1目ずつ目を増やして120目で編んでいきます。後ろなので、後ろ身ごろはそのまま黒の糸で120目、表目編み、メリヤス編みでずっと編んでいきます。で、146段までひたすら黒の糸で編んでいきます。このダイソーのチャコールブラック5番ですね。この糸でずっと146段まで編み進めます。そしたら、最後この肩の部分は、2段ごと1目を2回、この両肩で2目ずつ減らします。2段ごと1目を2回編みます。それで、両肩とも42目になります。真ん中は、32目、伏せ目をして、まず、休ませて32目休ませておいてもいいです。で、2目ずつ減らします。前身ごろの、この減らし目を参考に編んでください。1目減目を2回編むだけです。はい。そしたら後ろ身ごろがこのように出来上がりました。ここが32目。ちょっとくるんってなってしまってるんですけど、32目伏せ目をして、ここが2目ずつ、2段ごと2目ずつ減らしたので、ここは4段だけ減目した部分になります。で、ちょっと目をこのように42目休ませてあります。これは、このね、これがない方はこのように糸を通して休ませといておけばいいと思います。はい。身ごろが編み上がったら、仕上げに閉じをしていきます。
肩は引き抜きはぎをします。前身頃と後ろ身頃を、棒針に移して42目ずつありますので、このように6号針に目を移して、それで、これ後ろ身頃の糸端が残ってますので、これを、使って閉じていきたいと思います。2本持ってかぎ針に1目ずつ目を移して、一応きつくならないように7号針 4.0 ミリの7号針で、引き抜きはぎをしていきます。1目ずつ、どうしよう、こっちの方がいいかな。こうね、クロスしないようにこう目を拾って針に糸をかけて、2本引き抜きます。そしたらまた2本ずつ、かぎ針の方に針を移して、こうやって拾うと、この目がクロスしてしまうので、こう引き抜かない。ここがクロスしてしまうので、こっちからこうクロスしないように、かぎ針に移して、この3本を一緒に引き抜きます。こうやってかぎ針にかけて3本を同時に引き抜きます。はい。ここきつくならないように気をつけて、この編み地の伸縮に合わせて、引き抜いてください。これで、最後まで、引き抜きはぎをしていきます。はい、最後もこのように目をかぎに移して、針に糸をかけて3本を引き抜いて、そのまま硬くならないようにこのように糸を引き出して、一回あれした方がいいかな。輪っかに通して、これで、はい、このように引き抜きはぎが終わりました。両肩ともこのように閉じました。そしたらそのままこの糸端の始末をします。この肩の、肩はぎのここの、耳のところに縫い付けて、ちょっと戻ってカットすればいいです。あと、足したこの糸端のこういうのも、この耳のところに
で適当に、このように縫い付けて始末します。はい、肩をこのように閉じたら、今度は脇を先に閉じちゃいます。肩から、下がって、25センチのところにこのように印をマーカーを、つけます。几帳面な方はこの段数を、数えて、前と後ろと同じ、段数で揃えてマーカーするといいと思います。私は適当に、測ってマーカーをつけました。そうしたら、下の、2目ゴム編みのところから表を見て、すくい閉じをして、閉じていきます。これは後ろ身ごろの方の糸端になります。で、2目ゴム編みのところは、これは袖を、閉じた時もと同じです。表で、ゴム編みが始まってるので、この表の目と表の目の間のこの渡ってるところの、糸を拾って、でこちら側も、最後もね表で終わっているので、この表と黒で見えにくいんですけど、表とこっちちょっと、裏側の方にねくるんってなっているこの表目があるので、この間のところに、入れて、それでこの針でこの渡りをこう引き出してというか、こうやってこのように閉じていきます。少し、編んだらこう引っ張るようにして、閉じていきます。そうするとここも境目がわからない感じに表の、2目ゴム編みの、形になりますので、きれいに閉じ付けられます。で、ゴム編みが、閉じ終わったら今度メリヤスの方になるんですけど、メリヤス編みは、一番隅のこの一目がちょっと、普段のこのメリヤス編みとはちょっと、形がこう崩れた感じのメリヤス編みになってますので、一目と、一番隅の目と
隅の目同士を閉じつけるので、この一番隅から2番目の目と一番隅の目との間のこの渡ってる糸を、針を通して閉じていきます。ちょっとね、一番隅の目は、なんか汚いっていう表現もちょっと言葉が足りないんですけど、この一番隅の目の半目を拾って閉じるんではなくて、丸々一目分はそのままで、その渡ってる目を目っていうか、渡ってる糸を拾って、閉じていきます。そうするときれいに閉じつけられると思います。こんな感じで閉じていきます。このマーカーのところまで閉じていきます。はい、このように閉じてきました。きれいに閉じられてると思います。そしたら、この糸端をこの裏、この糸端をちょっと裏のところに、ちょっと補強するために2回ぐらい、縫い付けてから、ここの、閉じの耳のところに、糸端を縫い付けて、はい、また戻る感じで糸をカットします。そしたら反対側も同じように閉じていきます。はい、こんな感じで肩と脇を閉じ合わせて、ベストのような形が出来上がりました。もうこれで、糸始末をして袖の部分と襟の部分を、内編みをしてベストにして、くださってもいいと思います。そうすると、この 100g のチャコールブラックが3玉で出来上がると思います。袖をつけてセーターにしますけど、ベストでもいいと思います。では、続きは次の動画で紹介していきます。ご視聴ありがとうございました。